Hey, what's up? キャプテントラジオです。今回はタンク最強バフ、タンバフの使い方解説、初心者からベテランまでお役立ちというテーマでお送りします。タンクを遊んでいると各ジョブ専用の防御バフがありますが、使い方よくわからんくてなんとなく使っているけどどうしたらいいのかという疑問もよく聞く話なので、今回はタンクの最強防御バフについて解説します。タンクの防御バフの基本については過去に解説しているんで、概要欄にリンク貼ってるんで見てください。今回お話しするテーマはこちら。タンクのタンバフとは、使いどころ、サブタンク時の立ち回り、この3つのテーマでお送りします。1つ目、タンクのタンバフとはということで、各ジョブにあるジョブごとに性能が特化した強力な防御バフで、それぞれに短い効果時間が付与されているものを言います。いずれも高レベル帯で覚えるものですが、初心者の方は覚えた段階でもすぐに使えるようにしておいた方がいいので、この動画で頭に入れておくとすぐに立ち回りができます。でそれぞれのアビリティなんですけども、ナイトはホーリーシェルトロン、戦士は原初の決起、暗黒騎士はブラックナイト、ガンブレイカーはハートオブコランダム。いずれも敵のダメージを大きくカットする効果があり、リキャストも短めなのでタンクにとって最も重要なアビリティと言えます。で元々の効果にプラスアルファで短時間ではあるものの、さらに強力な軽減効果が付与されます。このようにね、一覧でずらーっとあるんですけども、いずれも短い時間に大きな効果を発揮するものです。暗黒騎士だけ少し特殊な使い方ですが、短い時間の間に大きなダメージをカットして攻撃に転換するという使い方がメインなので、使い方はね、他の防御バフと似た感覚であると。ただし軽減力だけで言うと少し物足りないといった印象なので、他の防御バフと合わせるといいでしょう。2つ目、使いどころということで、これらの使いどころはどこなのかということですが、効果を最大に生かすには相手の攻撃に合わせるが一番のベストな使い方です。感覚としてはカウンターと言っていいでしょう。使う場面は様々でコンテンツの難易度にもよります。ただ最も使う場面はタンク強攻撃でしょう。タンク強攻撃は名前の通りタンクに対して大きなダメージを与えてくるので、ノーバフで受けた場合、状況によっては即死するということが多いので、この時こそこのタンバフ効果を生かす時です。敵の詠唱が始まったらそれに合わせる必要がありますが、今はタンク強攻撃は分かりやすい表現をしているので落ち着いて使いましょう。まずはこれを意識していれば床ペロしにくくなるし、ヒーラー負担も減るので安全に戦闘を進めることが可能になります。でもタンク強攻撃がなくて余ってるよっていう状況もあると思います。その辺はどうせ余るならってことでタンク強攻撃以外に使う場面はあります。例えば敵の詠唱技、痛いオートアタック、 ID ならまとめ仮時、瀕死のメンバーへの補助というように、敵の詠唱技は全体攻撃などがありますが、これそこそこ痛いことが多いんで、これに合わせてもタンバフを使うことで軽減してダメージを減らします。でここで使っておくとオートアタックに対しても準備ができているということなんで、結構恩恵大きかったりします。装備がまだ整ってない透滅戦や高難易度コンテンツでは敵のオートアタックそのものが痛いことがあるので、あえてオートアタックに合わせるのもテクニックです。他の防御バフのリキャストは長いですが、タンバフはリキャストが短いので再使用まで早い分、オートアタックに合わせるとヒーラー負担がめちゃくちゃ減ります。ただしこれを意識するのは現行の霊式以上などを攻略する際に意識するといいよっていうくらいのものだと思うんで、これらを頭の片隅に置きつつ余ってるくらいなら使うよっていうくらいでいいです。ただ ID などのまとめ狩りをした場合は明らかに痛い集中攻撃を浴びるので逆に必須となるので忘れないように使いましょう。そして瀕死のメンバーへの補助ということですが、例えば味方が被弾して倒れかけでヒーラーの回復が間に合いそうでないと気づいた時に味方へ投げることが可能なのもタンバフの特徴です。仮に次全体攻撃が来る時にそのまま食らうと床ペロするところをこのタンバフで救えるっていうことも可能です。これ決まった時は俺かっけーっていう状態になるし、ヒーラーと対象者からの熱い眼差しを期待しますが、要注意ポイントがあります。これらの一連の流れに言えますが、タンク強攻撃以外でタンバフを使った時に限ってその後すぐにタンク強攻撃が来る時があります。絶望の瞬間。その時は 30% 軽減や他の防御バフを駆使してカバーすることができればいいですが、
他の防御バフがなかったりすると致命傷です。ノーマルコンテンツであれば気にしなくてもいいので大丈夫ですが、現行の霊式などは致命傷になり、それが壊滅につながることもあるので要注意です。補足ですが、暗黒騎士とガンブレはそのまま単バフを投げることができますが、戦士は原初のタケリ、ナイトはインターベーションと効果は似たようなものですが、アビリティが別の扱いになるので要注意です。3つ目、サブタンク時の立ち回りということで、ここで相談いただいております。こんにちは。いつも楽しく動画を拝見しています。タンクの単バフの振り方について質問させてください。自分は煉獄編から霊式にチャレンジし始めた初心者のガンブレサブタンクなのですが、蘇生直後のデバフ付きの人がいない限り、ハートオブコランダムは基本的に MT に振っています。 30% 軽減バフやランパなどあるものの、単バフを自分に振らないため、おのずと自身の防御力が落ちてしまい、先日タンク強攻撃のドットで落ちてしまって、バリアヒーラーさんからバフが足りてない、どれだけバリアを張っても死ぬと怒られてしまいました。その攻略以降はずっと単バフを自分に振り続けたのでクリアできましたが、今後単バフの振り方をどうしていけばいいか迷っています。単バフは自分に振り続ければいいのか、引き続き MT に優先して振るべきか、また自分に振る判断を行うときはどのような基準で判断すればいいのか、このような質問をいただいているんですけど、これさっきのテーマのパターンですねと。味方に使ったものの自分になくて被弾する流れです。今現行であるパンデモニウム煉獄編の霊式に、挑んでる方ならね、わかると思うんですけども、今回のタンク強攻撃がとんでもなく痛いです。痛い攻撃プラス継続ダメージが入るのですが、この継続ダメージが痛すぎてバフがないと秒で落ちます。この手の継続ダメージの特徴ですが、被弾した時の軽減力で継続ダメージが入り続けます。つまりたくさん軽減すればその後継続するダメージも減った状態で受け続けるということです。逆に防御バフがないと大きく被弾した状態なので、継続ダメージも大きく入り続けるという地獄絵図になります。話を戻しますが、サブタンク時の基礎の立ち回りはメインタンクへできるだけ防御バフを投げる、パーティー全体をチェックする、状況判断が求められる、サブタンクやることねーという意見も多いですが、やろうとしたらいろいろやることは多かったりします。ただしノーマルコンテンツではそこまで意識しなくてもクリアは余裕なので、殴ってるだけでクリアできることが多いです。なのでサブタンクとしての立ち回りを本格的に気にするのは、ノーマルコンテンツだとしてもレイド系やラスボスコンテンツ、高難易度は極以上全般といったように、ゲームの難易度が少し高くなるところから意識し始めるようになっています。今回の質問が現行の霊式に限った話なのですが、基本は単バフを自分に残すようにしてください。というのもスイッチしてタンク両方とも強烈な攻撃が来るので、そこで自分の分がなくて被弾するとヒーラー負担が絶大になり、戦闘不能から最悪パーティー壊滅につながるので、メインタンクへ投げるよりも自分に残すことを最優先にします。サブタンクがメインタンクへ投げるのはあくまでも補助なのと、メインタンクは基本的な攻撃に合わせて防御バフを使っているのと、ヒーラーもそれに合わせてヒールをしています。なのでサブタンクの補助防御バフが前提という意識は基本はね、ないと思います。ただないよりもあった方がいいし、早期攻略で詰めな状況なら要求されることもあると思いますが、絶対に必須というわけではありません。むしろ自分に防御バフが残ってなくて被弾してもらう方が厳しいです。なので優先度で言うと、自分、メインタンク、瀕死メンバー、自分にも強攻撃が来ると分かっているコンテンツであれば温存することから始めてみてください。コンテンツに慣れてくると、そのコンテンツに合わせた防御バフの使い方が分かってくると思うんで、逆にここで使っておけば自分の強攻撃にもリキャスト戻ってきて間に合うっていうのもあるんで、徐々に経験を積んでいきましょう。はい、ということで今回は単バフの解説は以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。ととらとらじろとらとらじろ、こんな感じに生きてゆくとらじろんど